アイスクリームを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、アイスクリームを作っていきたいと思います。私のチャンネルでも何回かアイスクリームレシピをご紹介したんですが、今回はたったの材料2つで作れて、さらにお砂糖をいらずで作れるレシピをご紹介します。作り方も前もってね、準備しておけば、食べたい時にパパッと簡単にすぐ食べれるアイスになります。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにチョコレート味の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍バナナ、ココアパウダー、こちらの2つの材料で作っていきます。冷凍バナナは今回 200g 使用していきます。本数で言うとだいたい2本分ぐらいですね。こちらはバナナの大きさによって変わってくると思いますので、調整していただけたらと思います。そしてココアパウダーに関しましては、こちらはピュアココアですね。お砂糖の入っていないココアを使っていきます。もし甘さが足りない場合は、お砂糖や蜂蜜などでお好みで甘さを調整してみてください。それでは続いてベリー味の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍バナナ、冷凍のベリーミックス、こちらの2つの材料で作っていきます。こちらに関しましては、この2つ合わせて約 200g ほどになります。こちらは目安にしてみてください。こちらをね、冷凍になっている状態のフルーツを使っていくので、チョコレート味より冷凍バナナの量は少し少なめになってます。この冷凍バナナの作り方はね、後ほど簡単ですがご紹介していきたいと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではですね、先ほど材料説明でもご紹介した冷凍バナナの作り方を簡単ですがね、切って凍らせるだけなんですがご紹介していきたいと思います。まずこちらバナナですね。皮を剥きます。そしてこのヘタの部分や、あとはこういった筋もね、取り除きましょう。大体で大丈夫です。そしたらこちらを大体で大丈夫なので、1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、OK です。あとはですね、こちらをこういったジップ袋の中に入れます。そしてあとはこちらを冷凍するだけで OK です。大体ね、常温の状態のバナナだと 2,3 時間あれば凍ると思います。このようにね、たくさん切っておいて、冷凍庫でストックしておけば、食べたい時にね、すぐ食べれますので、ちょっと多めにね、冷凍してストックしておくのもいいかなと思います。それでは早速作っていきます。まずチョコレートバージョンから作っていきます。用意するのはミキサーまたはハンドブレンダーまたはフードプロセッサーを準備してください。ミキサーなどがない場合は後ほど作り方をご紹介しますので、最後の作り方を参考にして作ってみてください。そしたらまずこの中にこちら冷凍のバナナですね、このまま入れます。そしてあとはココアパウダーですね。甘さをね、もっとつけたい場合はここのタイミングでお好みの糖類を入れてください。あとはこちら蓋をして、では攪拌します。ちょっとずつね、回してみてください。これね、私が使ってるのはチョッパーなんですが、チョッパーだとね、最初はね、このようにちょっと粗っぽい感じになります。そしたら一度ね、こんな感じで生地を取ってで、ミキサーとかね、あとはフードプロセッサーとかはね、結構細かめになるので1回でね、いけると思います。そしたらもう一度攪拌します。今ちょっとずつ滑らかになってきたの分かりますかね。これでまたちょっと取っていただいて、はい、今ところどころね、すごく滑らかになってきてます。これが全体的にね、滑らかになるまで攪拌していきます。もうちょっとかな、あともう少しです。かなりね、滑らかになったの分かりますかね。そしたらもう一度ちょっとね、チョッパーを使う時はね、このように調整しながらね、時々蓋を開けて縁の部分を取ってあげて、そして攪拌作業を繰り返してください。はい、OK です。蓋を取ります。このようにとても滑らかで美味しそうなアイスに仕上がってます。ちょっとこちら取り出しますね。よいしょ。仕上がりはこのようにとても滑らかで濃厚なアイスに仕上がってます。あとはね、もう冷やさずにこのまますぐ召し上がっていただけます。ではこちらカップに移します。スプーンでもこういったディッシャーでもどちらでも OK です。これですくって、そしてカップに入れましょう。はい、ジェラートみたいにね、すごく柔らかいソフトアイスに仕上がってます。
はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。あとはディッシュがない時はこういったねスプーンですくっていただいて、そしてカップの中に入れます。だいたいこれで2人分ぐらいですかね。あとはこのようにスプーンでねちょっと形を整えます。はい、これで完成です。では続いてベリーバージョンを作っていきます。こちらもですね同じように冷凍バナナを入れます。今回私が使ってるのはね、先ほどもちらっと言ったんですがチョッパーですね。ミキサーとかがね一番ね細かくなると思うので、ミキサーがある方はねミキサーを使っていただいた方がより簡単だと思います。あとはベリーを入れます。こちら何でも OK です。今回ベリーにしてますが、冷凍のねマンゴーとかでも美味しいと思います。もし果物を入れるときは必ず冷凍してからね一緒に攪拌するようにしてください。そしたら蓋をして、そしてまた同じように攪拌していきます。最初はこのように粉々になります。これを一度落としましょう。そしてまた攪拌します。これを滑らかになるまで繰り返しましょう。はい、だいぶね滑らかになってきました。もうちょっとですね。このね滑らか具合はお好みで OK です。少しねこの果実感が残ってるようにしたい場合はお好みのタイミングで止めていただいて OK です。はい、 OK です。こんな感じでねとても滑らかなアイスに仕上がりました。ではこちらもね器に盛ります。スプーンで手軽にやろうかな。じゃこちらまずこの羽を取ってでスプーンですくいます。とても美味しそうですね。このままねピヒョッとコーンとかにね乗せていただいてもいいかなと思います。はい、こちらはこんな感じです。お好みでね器に盛って召し上がってください。それではですね、ミキサーやブレンダーなどがない場合に作るバージョンをご紹介していきたいと思います。こちらはですね、冷凍バナナは使わずに普通の冷凍してないバナナを使って後から冷凍していきます。まずこちら1センチ幅に切ったバナナですね。こちらをジップ袋の中に入れてください。そしてこの中にココアパウダーを入れます。だいたいねこちら1本で 100g ぐらいのバナナなんですが、それに対してココアパウダーは大さじ1ぐらいですね。こちらを目安にしてみてください。そしてこの中にココアパウダーを入れます。こちらも同様に結構甘めにしたい場合はお好みの通りをこのタイミングで入れてください。そしたらこのジップ袋の中で手で握りつぶします。バナナの塊がなくなるようにしっかりね潰してください。ちょっとゴロゴロ感を残したい時はね多少残ってても大丈夫です。綿棒とかでね潰していただいてもいいかなと思います。はい、このように潰してください。そしてしっかり潰したら空気を一度きちんと抜いてください。そして口を閉じます。あとはこちらをバットに乗せてこのまま少し固まってくるぐらいまで、だいたい冷凍庫で1時間から2時間ぐらい冷やし固めます。はい、今1時間ほど経ちました。このように手で触った時に柔らかく固まってるぐらいになれば OK です。そしたらですね、もう一度手で揉み込んでください。この時ね手がすごく冷たくなるので、こういったペーパーをかませて、そして揉み込んでいただくとやりやすいと思います。はい、 OK です。これでねアイスの完成です。あとはね先ほどと同じようにこういったスプーンですくって器に盛ってください。もしまだちょっと柔らかいなと思ったらもう少し冷凍していただいても OK です。はい、これでアイスクリームの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがチョコレート味で、こちらがベリー味になります。どちらもねとても滑らかで美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではチョコ味からいただきたいと思います。すっごく滑らかです。いただきます。美味しい。もうねすっごく濃厚です。そして甘さもねちょうどいい仕上がりになってます。では続いてベリー味もいただきます。いただきます。美味しい。ベリーのこの甘酸っぱさが最高ですね。両方ねちゃんとしっかりとしたアイスになってて、食べた瞬間に口の中でとろける食感に仕上がってます。美味しい。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のアイスクリームのポイントです。まず今回はですね、冷凍したバナナをベースにチョコ味とベリー味、こちらの2つをご紹介しました。どちらもね、お砂糖なしでもしっかりバナナの甘さだけで十分美味しく召し上がっていただけます。ただどうしてももうちょっと甘さが欲しいなという場合は、お好みの通りを入れて甘さを調整してください。冷凍したバナナに関しましては、少し多めに切っておいておくと、食べたい時に作ってすぐ食べれるので、少し多めにねストックしておくといいかなと思います。そして今回私はですね、チョッパーを使って作りました。チョッパーに関しましては、基本的にミキサーとかに比べると少し粗めに攪拌するものなので、もしねチョッパーとミキサー両方お持ちの場合は、ミキサーを使っていただくとね、一番早く滑らかにできると思います。チョッパーを使う時に関しましては、少しずつ攪拌して時々蓋を開けて縁についた部分を落としながらやっていただくとやりやすいと思います。こちらのね攪拌具合はお好みでね調整していただいて OK です。そして今回はココアパウダーを入れたチョコレート味、あとは冷凍のベリーミックスを使ったベリー味、こちらの2種類ご紹介しました。ココアパウダーを合わせた方に関しましては、お好みの粉類を入れて作っていただいて OK です。ただ入れる量に関しましては、粉類によって適正な量が変わると思いますので、少しずつ入れて調整してみてください。そして冷凍フルーツの方に関しましては、こちらはお好みの冷凍フルーツで作っていただいて OK です。必ず冷凍してからね攪拌するようにしてください。そして今回はですね、ミキサーがないバージョンもご紹介しました。こちらを作る場合は必ず冷凍前のバナナを使うようにしてください。こちらもすごく簡単なので、もしねミキサーがないよという場合は、ぜひこちらの方法で作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアイスクリームを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。